皆さんこんにちは。日本に帰ってきて今1ヶ月ちょいくらい経ったのかな。久しぶりの日本なので帰ってきて思ったこと5つを紹介したいなと思っています。まず1つ目は何はともあれとにかく安全なことにまたホッとしております。今すごい気温が暑いので夜は地面の熱も冷めた9時過ぎ10時とかに犬の散歩に行くんですけど、一人で2匹連れて歩いている時にぼーっと思ったのが、もちろん道とか住んでいるところとか場所によっては全然危ないこともあるので気をつけなければいけないですけども、近所歩いている分には全然身の危険を感じないことに、そういえばすごい安全なんだっていうふうに思いました。イギリスではやっぱりもし用事がないんだったら8時9時以降夜暗くなってからはあんまり外に出歩かないです。なので例えば男の子が駅まで送ってくれるだけでもすごくありがたいし、冬場とか、夏でもそうですけども、あまり自分が帰る時間が遅いんだったら、もちろんタクシーが一番だけど、バスとか電車に乗る時はフードがあればフードをかぶって、なるべく性別が分かんないように誰かのターゲットにされないようにして歩いていた自分がいるので、帰る時はイヤホンとかも外して、周り何かあった時にすぐ察知できるようにもしていたから、それが日本ではなくて安全だなって思いました。ボケてしまわないように帰ったらしないといけないなっていうふうに思っています。2つ目は当たり前に思ってたから帰ってくるまで思わなかったんですけども、日本には日本人がいっぱいいるっていうことにパッて着いた時はすごく驚きました。ロンドンにはアラブ系の人もいれば、もちろん白人、黒人、アジア人、いろんな人がいるので、いろんな文化があるし、分からなくて当たり前というか、私と違う環境で違う文化で育ったのが当たり前だから、こう思ってるんで分かってるでしょっていうのはすごい無理な話だなっていうのが、元から期待値に入ってないなっていうふうに思いました。すごいこれは私が勝手に思ってるだけかもしれないですけど、日本にいて同じような容姿をしていて、勝手に自分が期待してしまって、これ分かるでしょっていうふうに思ってしまってることが多かったなっていうふうに思います。自分と似てるっていう感覚に勝手に頭が思ってしまってたけど、みんなそれぞれ違う家族のもとで育って違う生き方をしていて、違う考えを持っているから、そういう偏見とかバイアスは持っちゃいけないなっていうふうに思いました。3つ目は清潔で綺麗なことです。電車の中で座っててもそうなんですけども、床も綺麗だし、座るところも綺麗だし、すり革も綺麗だし、全てが綺麗で、ロンドンは地下鉄に乗った後に鼻とかかぶって鼻水真っ黒になってて、おおみたいな風に思うんですけど、日本は本当に綺麗で、空気も綺麗で、これは眠くなっちゃうなっていうのがすごい思いました。快適だなっていう風に思います。あとちょっと電車つながりで言うと、日本の電車はすごく静かで、ヨーロッパではみんな電話もするし、声も大きい声で喋るし、とにかく全部が修学旅行のバスかなっていうくらいすごいうるさいので、それもちょっと恋しくはあるんですけども、電車とかバスの中ではみんなペチャクチャ喋ってかなりうるさいです。なので日本ではすごく静かに禅のような気持ちで乗ってます。でもこれは両方あって、私は結構ロンドンのうるさい感じも今日もうるさいなと思いながら乗ってるので、あれもあれで好きです。4つ目は、これは日本云々とかではないんですけども、結局どっちも暑いっていうのを今回の夏で思いました。暑さの性質が違うだけで、日本は結構蒸し暑いなって思って、なんで結構外に出るとむわってするみたいなのがありますけど、でもそれをみんな知ってるし、長いことこの気候なのでエアコンがあるから、結局室内はすごく快適に過ごしてます。でロンドンの方は暑さ温度的には多分同じなんですけども、多分地球が傾いて太陽が近くなってるので、日差しがすごい強いっていうイメージです。鉄板の上にいるような夏です。湿度はそんなにないから、公園に行って木陰で本でも読んでれば、風が吹けばすごく涼しいし、割とそういう意味では外で過ごしやすいなっていうふうに思います。
エアコンがついてるところがすごく少ないです。なのでバスの2階とかはもうほんと入れたもんじゃないって感じに暑くなるし、古い地下鉄のラインはもちろんエアコンないので、みんな駅に入る前に水を持って入りなさいねっていう風に書いてあります。で暑さで言うと、暑くなると多分ちょっと肌を見せる人が増えてくるかなっていう風に思うんですけども、日本に帰ってきてすぐ思ったのは、肌を見せる洋服の人が少ないなっていう風に思いました。イギリスにいる時はみんななんかそれで外に出て大丈夫なのかいっていうような格好の人がほとんどみんな街を歩いていて、それが普通なので、なんか周りの人の目も気にならないし、周りの人も何も気にしてなかったんですけども、日本にいると肌を結構隠す人が多いから、暑くても逆にかぶってた方が涼しいのかなっていうのもあって、なんか私もそれにつられるようになんかあんまり肌を出さなくなりました。そういう話を友達とした時に、なんかそれこそあんまりいないからなんか出した時にジロジロ見られるのがちょっと嫌だなって思ったっていう人もいれば、なんか近に会っちゃったっていう人もいるので、なんかそれはすごい難しいなって思うんですけども、なんかそういう着たい服があるのにそういう目のせいで着れないっていうのはすごく嫌だなっていうふうには思います。そんなことを考えてるかなって感じかしら。ちょっとまとまりなくなっちゃいましたけど、最後の5つ目は電車の中とかでそうなんですけども、やっぱみんな携帯よく見てるなっていうのが思いました。それは安全っていうことの裏返しでもあるんですけども、ヨーロッパでこうやって携帯見てると自転車とか普通になんか走ってくる人とかにパッて取られちゃうってことが起こってるんですけども、そういうことが多いので、ロンドンの電車の中ではそもそも電波が入らない線も多くて、電波がなくても見れる写真とか見てる人もいるんですけども、大体みんな喋ったりポケッとしたり、なんか宣伝見たり本読んだりなんかしていることが多いです。なので高齢者とか怪我してる人とか妊婦さんとか関わらず、なんか全体的にパーって見てる人が多いので、荷物が多いとか座りたそうな人がいたらなんか座るみたいなことをパッて言えるし、なんか逆になんかもう今日疲れたみたいな時にパッて見るとなんか座るみたいな風に言ってくれることがあって、いいのみたいな感じでパッて座ったり、なんかそのバランスが取りやすかったなっていうのは気がしています。日本は結構みんなすやすや寝てたり携帯に結構集中してる人が多いので、おばあさんがパッて来た時に座りますでパッて済むものを、なんかおばあさんなんか座りますかみたいな、おばあさんも見てないし、周りの人たちもなんかあの子言ってるよみたいなのも起こらないので、結構その譲るっていうのが結構なんでしょう、大きい一個のアクションになるし、そんなところでしょうか。私がロンドンから日本に帰ってきて最近改めて思ったことでした。嬉しいことに日本に帰ってきても嬉しいし、ロンドンに行っても嬉しいしで、交互にいるたびに両方の素晴らしいところと長所と短所両方あってすごく愛せるなっていうふうに思うので、なんかいろいろいいとこ、これは好きこれはあんまりとか言っちゃったけど、なんか結局そのダメなところも愛しい気がしています。ロンドンも例えば危険な時間帯とか場所はもちろんありますけども、それがあるから注意をするようになるし、日本もみんなアイコンタクトがないとか携帯ずっと見てるって言いますけども、それがあるからみんなすごく連絡が早いし、友達ともすごい密に連絡を取ってるし、いいとこと悪いとこ込みでなんか愛しいなっていうふうに思います。これからもうちょっとだけ日本を楽しみたいと思います。では今日もありがとうございました。良い一日をお過ごしください。これアップするのいつも夜なんで、良い週末をお過ごしください。